ワーテルローの戦い。分断か合流か、勝敗を決めた時間。この戦いが有名であり続ける理由。ワーテルローの戦いは、軍事史の教材であると同時に、政治史の分岐点である。1815年6月18日、ベルギーの丘陵で行われた。この海戦は、ナポレオン・ボナパルトの復権劇を終わらせ、列強が再戦を抑える枠組みを、現実のものとして固める契機となった。さらに、戦場のドラマが強い。雨と泥が攻勢のテンポを奪い、尾根と農場が兵力を消費させ、邦人が騎兵を阻み、最後はこの得体が破れることで、全体が崩れる。政治、地政学、戦術、心理が一日に凝縮している。本論は、なぜ決戦が起きたのか。政治外交、なぜこの場所なのか。地政学作戦、戦場で何が起き、なぜ崩壊したのか。時系列を一本の因果で結ぶ。結論を先に言えば、勝敗は分断を狙うナポレオンと合流でかつ同盟が競争し、同盟が合流を成功させたことで決したのである。第1章、100日天下。政治が短期決戦を強制した。1814年、ナポレオンは退位し、フランスは王政復古へ移った。列強はウィーン会議で秩序の再設計を進め、戦争を終わらせる条件を調整していた。そこへナポレオンが帰還し、短期間で政権を掌握する。これが100日天下である。列強にとって脅威は個人のカリスマではない。革命以来の徴兵、行政、財政の動員装置が再び回り、フランスが再度総力戦の国家として動き出す可能性そのものが脅威である。故に列強は妥協より排除へ傾き、政変を交渉でなく軍事で決着させる方向へ修練する。ナポレオン側の計算も政治に縛られている。列強が時間をかけて兵を集め、複数正面で圧をかければフランスは持久戦で不利となる。だから最善は敵が完全に結集する前に北方で主力を分断し、短期間で決定的勝利を作り、講和の空気を作ることである。ワーテルロー戦役は戦術の好み以前に政治条件が作った短期決戦である。第2章、列強の利害、また同盟が組めた。現実、当時のヨーロッパ政治は単独覇権の出現を嫌う均衡の政治であった。イギリスは海上と通商の優位を守るため、大陸で一国が突出する事態を避けたい。プロイセンは地理的に安全保障が揺れやすく、フランスの圧力を脅威とみなす。オーストリアとロシアもまた、勢力圏と正当性の観点から、革命、帝政の再燃を警戒している。価値観が一致したから、同盟が組めたのではない。利害が一致したから、同盟が組めたのである。100日天下が深刻だったのは、単なる政権交代ではなく、再び動員が回り始める兆候だった点にある。列強にとって時間は危険であり、交渉は猶予の供与になりかねない。したがって戦争はナポレオンの復権に対する政治的な即時処理として発動する。ここで重要なのは、同盟が一枚岩でなくても、目標がナポレオン体制の終結で一致すれば、共同作戦は成立するという現実だ。ワーテルローはその実例となる。第3章、地政学。なぜベルギー正面が戦場になるのか。決戦地が現在のベルギー周辺に集中する理由は、フランス北境から欧州の中枢へ通じる主要街道が集まるからである。とりわけブリュッセルは連合軍の集結点であり、ここを守ることは再編された秩序が実在するという政治的証明となる。ナポレオンにとってもここは敵を分断して叩ける入り口である。エイラン連合軍とプロイセン軍が合流する前にその地へくさびを打てば勝てる。逆に同盟側は一日耐えて合流すれば戦力の上積みで決定的優位を作れる。ワーテルローの大枠は分断対合流の競争だ。第4章、指揮官の思想、三者三様の勝ち方。この回戦を理解する近道は3人の指揮官の勝ち方の思想を並べることだ。アーサー・ウェルズリー、ウェリントン公は混成軍を崩さず地形によって時間を稼ぎ合流まで耐えるを選択した指揮官である。ゲップハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッターは
敗れても再集合し、約束の地点へ戻って合流を実現するを目的としたナポレオンは機動と集中で敵の統合を許さず、短期で政治を動かすことを選んだ。ここで勝敗を分けるのは、勇気よりも仕組みとして合流できるかである。敗軍が消えず再編され、行軍し再び戦場へ現れる。これが近代の軍の骨格であり、ワーテルローはそれが勝敗を決めた戦いだ。第5章、軍隊の中身。強い兵より崩れにくい構造。ナポレオン軍は熟練兵を中核に持つ一方、急速な再動員で編成に歪みも抱える。連合軍も一枚岩ではない。英軍は職業軍として規律と火力が強いが、兵数は限られる。英蘭連合にはオランダ・ベルギー系部隊やドイツ諸方の部隊も含まれ、練度や経験に差がある。だからウェリントンの合理は最も信頼できる部隊を最も重要な地点へ置き、弱い部分は地形と支援で支えることとなる。単純な兵の強さではなく、崩れにくい配置と後方の維持が問われる。マーテルローの防御はまさにシステムである。第6章、1815年の戦争作法、砲陣、渋滞、砲兵、そして泥。当時の主力は滑空銃と滑空砲であり、精密射撃より密集体系の一斉射撃が支配的であった。精度の稚拙を密度と数で補う戦法だ。と兵は応対で火力を出し、渋滞で押し上げる。砲兵は体系を削り、混乱を増幅し、突破口を作る。騎兵はその裂け目を広げ、陣形を乱し、敗走させる役割を担った。まず抑える鍵は砲陣である。騎兵は散開した歩兵を粉砕できるが、銃剣で四角く固めた砲陣戦列には突入できない。つまり勝負は砲陣が崩れる瞬間を攻撃側が作れるか、防御側が拒めるかに集約される。そしてマーテルローでは雨と泥が全てに影響する。砲は移動に時間がかかり、砲弾は転がらない。騎兵はスピードを殺され、その突破力は減衰する。攻撃のテンポが落ちれば合流を阻害できない。短期決戦を強いられた側にとって泥は静かな敵である。第7章、決戦前夜。6月15から17日、2つの戦いの伏線。6月15日、ナポレオン軍は北へ出て同盟軍の間を割く位置に入り込む。狙いは中央位置からの確固撃破である。6月16日、戦場は2つに割れる。リニーでナポレオンはプロイセン軍に勝利するが壊滅には至らない。カトルブラではフランス側は要衝の確保に失敗した。英蘭軍主力の撃滅、包囲に至らず、これも戦線離脱を許した。結果として2軍が生き残り、合流条件が維持される。ナポレオンはプロイセン追撃をエマニュエル・ド・ブルーシーに任せ、自身はウェリントンに決戦を強制しようとする。ここに賭けがある。追撃部隊がプロイセンを強く拘束できれば、ナポレオンはウェリントンを倒して終われる。追撃部隊の打撃が弱ければ、プロイセンはいずれ戻ってくる。6月17日夜の豪雨は市場ではなく物理だ。黎明は砲の展開と騎兵の衝撃を鈍らせ、攻撃開始を遅らせる可能性を高めた。短期決戦を強いられた側にとって数時間は兵力に換算される致命的資源となる。第8章、戦場の部隊装置。逆斜面と2つの農場。ウェリントンが選んだ陣地は尾根の逆斜面である。分かりやすく言えば丘の頂上に立たず少し裏側に伏せる戦い方だ。敵砲兵から見えにくく、砲撃の直撃を減らせる。敵が丘を登りきり姿を晒した瞬間に近距離で一斉射撃を浴びせられる。防御に向いた地形利用である。さらに前面には釣りが置かれる。右翼の風具門、中央のライサントである。これらはここを落とせば勝てるという錯覚を攻撃側に与え、局地戦に兵力を誘引する装置となる。防御側の狙いは干渉ではなく遅延であり、合流までの時間を稼ぐことだ。保証。6月18日の時間割。戦いは段階で理解すると一気に見える。マーテルローは混戦に見えるが段階に分ければ終える。午前は右翼の戦場、ルーグ門で予備兵力が解ける段階だ。正午から午後前半は中央の押し上げと敵の反撃が往復し決定的突破が決まらない段階。午後中盤は
騎兵突撃と邦人の消耗戦で時間だけが過ぎる段階だ。そして午後後半から夕刻にかけて黒い戦軍の到着で右翼が燃え上がり、中央の拠点が落ち、最後の切り札が試される段階へ移る。第9章6月18日午前、空軍門燃え続ける右翼、戦闘開始は午前後半へずれ込み、ウェリントン軍右翼、フランス軍左翼前面の空軍門拠点が最初の主戦場となる。本来は牽制で足りるはずの拠点だが、戦場では局地戦が肥大化しやすい。門と石壁は抽象的戦線より具体的であり、ここを抜けば勝てるという思い込みが兵力の投入を呼ぶ。投入が抵抗を呼び、再投入がさらに抵抗を強くする。こうしてフランス側は時間と兵力を溶かし、最も価値の高い資源である予備兵力の自由を削られていく。第10章正午から午後前半、中央攻勢、逆斜面の伏兵、そして深追いの罠。正午を回り、フランス軍は中央へ大攻勢をかける。砲撃で前面を削り、歩兵渋滞で押し上げ、崩れたら騎兵で裂く。攻撃側の教科書通りの狙いだ。だが、頂を越えた瞬間、逆斜面に伏せていた歩兵が立ち上がり、近距離の一斉射撃を浴びせる。隊形は詰まり、前は止まり、後ろは落ち、混乱が生まれる。地形が防御側の火力を増幅し、攻撃側の速度を奪う。ここで英軍重騎兵の反撃が刺さる。揺れた渋滞へ突入し、短時間で押し返す。だが、勝利はまだ目前ではない。深追いは自らの隊形を散らし、反撃を受ける。マーテルローは勝ったと思った瞬間が最も危険な場面が何度も現れる戦いだ。戦場では勢いが判断を曇らせ、最適な回を見失わせる。第11章午後中盤、ミシェルメイの騎兵突撃と邦人の森。午後、戦場の圧は中央へ集まり、騎兵突撃が波状に繰り返される。歩兵は邦人で耐える。邦人は血白であるが、生身の人間でできている。蹄の振動、砲弾の破片、硝煙、負傷者の声が精神を削る。だが崩れない限り、騎兵は決定的勝利を得られない。攻める側には敵が揺れているように見える瞬間が生まれ続けるが、煙と5人がその揺れを誇張し、突撃は繰り返され、損耗は積み上がる。ぬかるみは衝撃を殺し、突撃は消耗の反復を生む。この時間帯の主役は派手な突撃ではなく、崩壊を拒む持久戦だ。弾薬を運び、隊列を組み直し、負傷者を退かせる小さな作業が邦人の角を保つ。戦場は花より規律で決まるという真理が午後の空気を支配する。第12章午後後半、プロイセン到着。右側で始まる第2の回戦。午後半ば、プロイセン軍が戦場へ現れ始め、戦いの性質が変わる。ここからナポレオンは中央突破に集中したいのに、右を守らねば背中を切られる状態へ追い込まれる。右側の焦点はフランスノア周辺である。村落戦はいえ、一軒一軒が砦となり、押しては返される消耗戦となる。ここでフランスが失うのは兵数以上に自由な予備だ。右翼へ回すほど中央突破は細り、中央へ残すほど右翼が危うい。2つの戦場が同時に過熱し、士気は常に分散させられる。同盟側の勝ち筋はここで太くなる。ウェリントンは耐えればよい。ブリュッターは間に合えばよい。合流そのものが攻勢であり、時間を兵力へ変換する装置となる。ここに同盟の強さがある。保証、法制と伝令、グルーシーがいればはどこまで真実か。マーテルローを語るとき、しばしば追撃軍が戦場へ来ていれば結果は違ったという言い方が出る。だがここはもしもとして処理する前に当日の状況を抑える必要がある。追撃軍の任務はプロイセン軍を拘束し、合流を阻止することだった。ところが戦場は泥であり、道は混み、情報は遅れる。遠雷のような砲声が聞こえても、それがどれほど決定的かはわからない。命令は紙の上では明確でも、現場ではどの方向へ、どの速度でどこまで逸脱して良いかが曖昧になりやすい。結果として追撃軍は命令に忠実に行動しながらも戦場の決定点には間に合わないという事態が起きうる。重要なのはこれは個人の怠慢というより近代戦の宿命である点だ。大軍は広がり
煙は視界を奪い、伝令は不確実性を内包する。ワーテルローの敗北は、その集積が分断の計画を少しずつ削り、最後には合流を生じさせたのである。保証、合流がなぜ決定力を持つのか、兵力の足し算以上の意味。合流は単に兵の数が増えることではない。防御側にとっては背後の道が確保され、負傷者と弾薬の流れが安定し、心理が持ち直す。攻撃側にとっては側面脅威が増え、予備を割かれ、命令が分散し、決定打の集中が難しくなる。つまり合流は兵力を足すだけでなく、指揮の自由度を片方から奪い、片方へ与える。ワーテルローはその自由度の移転が臨界に達した瞬間に崩壊が起きた戦いである。第13章午後6時前後、ライーサント陥落。中央が裂けかける。夕刻、中央前面のライーサントが陥落し、戦場の針が大きく触れる。中央の歯止めが外れれば、フランス砲兵はより近距離に出て尾根の主力へ苛烈な火力を叩き込める。防御側は戦線全体を守るのではなく、穴を塞ぐために持ち駒を削る段階へ入る。攻める側にはあと一押しで勝てるに見え、守る側にはもう一押しで崩壊に見えるため、命令は過熱し誤解は増える。ここが第一の山場である。第14章夕刻、近衛隊投入。象徴が退く時、第2の山場が来る。ナポレオンは最後の切り札、帝国近衛隊を投入する。近衛隊は戦力であるとともに象徴であり、象徴は心理を動かす。ここで勝てばフランス軍の動揺は止まり、連合軍の神経は切れる可能性がある。だが防御側は踏みとどまり、近衛隊は止まり退く。象徴が退けば勝っているはずという共通認識が崩れ、秩序だった交代は雪崩へ変わる。しかも右側ではプロイセンの圧が増し、中央では連合が前へ出る。崩壊は連鎖し、退却は敗走へ転じる。開戦の勝敗は最後は心理の速度で決まる。膠着が長いほど崩れた瞬間の衝撃は激しい。夕刻の数十分は午前から積み上がった全てが音を立てて崩れる瞬間でもあった。第15章、なぜ負けたのか。敗因は一つではなく連鎖である。敗因を一つに絞るのは難しい。要因は連鎖し、同時に臨界へ達した。第一に時間である。攻撃開始の遅れと局地戦の肥大化は合流の猶予を与えた。第二に地形である。逆斜面と農場拠点は防御側に耐える構造を与え、攻撃側に小脳を強いた。第三に天候である。泥濘は砲兵、騎兵、歩兵から速度を奪い、突破の勢いを鈍らせた。第4に同盟の合流である。分断を狙う戦争に対し、合流を実現する戦争が勝った。これは英雄譚ではなく、機能の勝利だ。第5に戦場の摩擦である。煙、5人、伝令の遅れが判断を濁らせ、最適解を遠のかせる。これらが積み重なり、象徴の退却が引き金となって、全体の崩壊が連鎖したのである。保証、もしナポレオンが勝っていたら、一勝で終わるとは限らない。ワーテルローは、ここで勝てば、歴史が変わったと言われやすい。確かに、ナポレオンが同日にウェリントン軍を破る。プロイセン軍の合流を阻止できていれば、政治交渉の空気は揺れただろう。だが一方で、列強の動員はすでに進行しており、戦場にいなかった兵力もある。つまり、勝っても戦争が即座に終わる保証はない。ここに短期決戦の怖さがある。短期で終わらせるために無理をすれば、成功できなかった瞬間に、全てを失う。ワーテルローはその賭けの危うさを最も端的に示している。保証、軍事の教訓、勝敗を動かすのは予備と時間と情報。ワーテルローを戦術の細部だけで見ると、騎兵突撃が過剰だった。砲兵がもっと近づくべきだったといった議論になりやすい。だが開戦全体の教訓はもっと抽象的だ。第一に予備である。予備兵は幽兵であり、複数の戦線を同時に維持するための余力だ。第2に時間である。時間は心理を削り、弾薬を枯らし、合流を実現し、勝ち筋そのものを入れ替える。第3に情報である。砲声は聞こえても意味はわからず、煙は見えるものを隠し、伝令は遅れる。近代戦はこの3つの資源をどう管理するかで勝敗が決まる。ワーテルローはその縮図である。第16章、戦後終わったのは戦いではなく時代である。敗北の政治的結末は明確だ。ナポレオンは大尉へ追い込まれ、後にセントヘレナ島へ送られる。戦場では双方合わせて
て数万人規模の死傷が生じ、勝者も深く傷つく。勝利の号砲の後に残るのは負傷者の列と埋葬の作業である。だが戦後の本質は列強が再戦を抑える枠組みを強化した点にある。勝ったから平和になったのではない。勝った後に賠償、占領、監視、均衡の維持を制度として整え、再戦のコストを引き上げたから相対的安定が続いたのだ。ワーテルローは開戦の終わりであると同時に19世紀ヨーロッパの管理された秩序の始まりである。保証、ワーテルローが比喩になった理由。ワーテルローはその後の言語の中でも生き続ける。人生のワーテルローという言い回しが成立するのは、この開戦が単なる負けではなく、取り返しがつかない終幕として記憶されたからだ。この得体の退却が象徴するように、最後の切り札が通用しない瞬間があり、そこから崩壊が連鎖する。聞く者はこの構造を直感で理解できる。だからワーテルローは歴史用語でありながら物語の装置としても強い。そしてもう一つ、勝者の物語が単一ではない点も重要だ。連合軍の側から見れば耐え抜いた日であり、プロイセン側から見れば間に合った日である。勝利の意味が複数あるからこそ、ワーテルローは政治の記憶にも軍事の教訓にも国家の神話にも接続できる。故に有名であり続ける。結語、ワーテルローを一言で言うなら、ワーテルローは天才が枯れた日ではない。天才の勝てる条件が同盟の制度と合流の論理によって打ち消された日である。防御側は時間を買い、攻撃側は時間を失い、合流は時間を兵力へ変換した。泥は攻勢の速度を奪い、逆斜面は火力を増幅し、農場拠点は予備兵力を吸い込み、最後は象徴の退却が真理の堤防を決壊させた。ここにあるのは英雄の一撃ではなく、崩れない構造と間に合う仕組みが勝つという近代の冷たい論理である。戦いが幕を閉じ、歴史を決めた一日。それがワーテルローである。覚えておくキーワードは3つで足りる。分断、合流、時間だ。分断はナポレオンの勝ち筋、合流は同盟の勝ち筋、時間はその勝ち筋を入れ替える通貨である。この3語でワーテルローは地図でも戦術でも政治でも一本につながる。逆に言えばこの3語を外すと細部が増えるほど見失う。騎兵突撃もこの得体投入も最終的には予備と時間の残高を削り合う行為として読める。そして残高が尽きた側から崩壊が速度を持って始まる。これがワーテルローの終幕感である。